盆栽タイムです。西川さん、今日よろしくどうぞお願いいたします。はい、お世話になります。はい、お世話になります。よろしくどうぞ。引き続き今回も心拍をやりたいと思います。それで去年の5月ですかね、この木も前回の動画に出てる心拍と同じように庭から上げたものです。それでちょうどね半年以上経ったわけですね。そろそろこれも手入れしてもいいかなっていう時期になりましたんで、やろうかと思います。それで今ちょっと画像で見ていただければ分かるんですが、今これ針金で木を止めてるんですよ。どうしてこんなことしたかっていうと、本来でしたらくさびを入れて穴から針金を止めてできるんですけれど、背が高いからそれをやると転んでしまうので、こういう枯れてる陣のところへ全部針金を取りまして、それでねじって緩まないようにねじって、それで固定したものなんです。だからこんな方法もあるなっていうのはちょっとこれで見ていただければ、皆さんこれから、こういう背の高いものを植え込む時には参考になるかと思います。それでもう今回ここまで来てますと、これもう緩んでますからね、これ取ってももう何ともないですから、倒れませんから。もうだから半年もあればね、こうやって落ち着いてしまいますから、もうここまで来ればこれは取ってしまっても、差し障りないですからね。だからこんなこともまた、参考にして皆さんやってみてください。でこれはね、銅線使うと大変ですからね、普通の針金でやってもらって結構ですから。でこれでも全然倒れませんからね。それで今回この木は正面は2箇所あるんですが、私はここで正面を捉えてるんですが、こちらから見てもね模様があったりしていいんですけれどね、この辺はちょっと、今の正面をこちらにということで考えておりますので、一応ここでね正面として作っていくようにいたします。それで、よく皆さんが言う下枝大事下枝大事ってよく盆栽のものの本にも書いてあるんですが、こういう木の場合はこれを下枝と言いませんので、こういうものはもうどんどん取っていきますから、これを残しておいても盆栽にはなりませんから。でもここも陣にするような残し方してもしょうがないんでね、こういうものはもうしっかり取ってしまうということでいいと思います。でこういう部分ちょっと分かりにくいんですがね、これもうある程度焼けが入ってましてね、こちらもそうなんですけど、これ磨くとシャリが出てきますからね、また雰囲気は随分変わっていくと思いますね、これから。でこれからまたどんどんいらない枝は外していきますんで、見てていただければと思います。下からちょっとね模様があるところがやっぱり魅力ですよね。こう曲がってますからね。細い時にきっと曲げられておいたんだろうと思うんですがね。こういう小さい枝はもう目的があってということであれば残せばいいんですが、こういうものはあまり使える枝じゃないもんですからね、せっかく出てる枝だからということで残して使うってことはあまり考える必要がないと思いますね。やっていきますとね、いろいろと幹模様が見えてきますから、すっきりしながらね、いろんなものが見えてきますからね。それでやはりこの木もそうなんですが、こういう太い枝が随分あるんですよね。幹とバランスを見てもちょっと太い枝が使い切れないもんで、こういうものは今回この木に限っては外して作っていくようにいたしますんでね、これから外しますね。
どんな着姿になるかなって皆さんきっと興味持って見てらっしゃる方が多いと思うんですが、随分軽い雰囲気のある木に変わると思いますんでね、最後までご覧いただければと思います。でこういうふうに枝が太いんですよね、だからこれをね取れるものは取るんですが、全部取ってしまうとまた枝にもならないので、使うものは使う、取るものは取るということでね、今、抜いていきますけれども。立った枝っていうのは太りますね。こうやって見ましてもね、これを下げてみてもちょっと使いづらい枝になるんですよね、こういう枝はね。やはりこういうものもいらないもので取っていきますね。であまり長い陣として使うために長く残して切ってもあまり雰囲気のいいもんじゃないですからね、こういうものはもうある程度の長さのところで切ってしまうというふうに考えておりますんでね、長ければいいってもんじゃないですから、どんどんこういうものは取っていっちゃいますから。
枝を抜いていったらどちらも正面にしても不自然のないものになってきましたね。こちらから見ても、木姿としてはまとめることもできますしね、こちらから見てもできるということで、どちらでもいいなというような雰囲気のものが今枝を払うことで、見えてきましたね。はい。ではここまで一応枝外しましたので、これである程度の大枝を決めていこうと思います。すごい量の枝が取れましたね、これ。山ほどこの状態です、これ。でね、ちょっとこれ陣が今剥きっぱなしの状態になってますんでね、ちょっとこれを今ちょっとこう雰囲気を出すために食い切りで割っていきますね。やはり山木と違いましてね、こういう陣が腐りが早いんですよね。山木ですとこれが腐らないで持つんですけど、どうしてもこういう里木の場合には腐りが早いですね。やはり剥いたこの枝の中が白いんですよね。映像だとちょっと見にくいかもしれないですけど、この白いっていうのはやっぱり柔らかい証拠なんですよ。硬ければ真ん中の芯が赤いですから。だからどうしてもこうやってやっても腐れるのがおそらく、よく持って10年かなという感じですね。これが朽ち果てちゃうのはおそらく10年ぐらいで朽ち果ててしまうんだろうなというようなふうに見えてますね。これはしょうがないですね、木のあれですから、もう、里木の宿命というか、そういうことですからね。だからこうやってやってもやっぱりみんなこれ白田ですよね、葉っぱ陣の部分が。太くてもやはり中は白いですね。急激に太ったということじゃないですかね、そういう白いということは。時間がかけてかかってきてるものはやはり中赤くなってますから。こうやってやってもボコ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 これ音が違いますよね。山の木の割れ方と違って鈍い音っていうか、なんていうか柔らかいボコボコっとしたような感じで、こう削れていくというか割れていきますよね。
ボコボコしてますね。高いですね、こうやって取ってみますとね。なんかもう腐っちゃってますよね、こうやって見ると。こういうことですよ、これ。やはりね、これがどうしても急激に太ってきたということでしょうね、これ。こうやってやってもボコボコしてますからね。後ろの方だけブラシでちょっと軽く取ってみますね。こういうふうにね、ワイヤーブラシでこすってあげますと、外のもう剥がれてるような皮が取れますから、こすりすぎるとまた中の肌の白みが出てしまいますから、そこは気をつけてやってください。これだけ太くてもやはりボコボコいってますからね。柔らかいですね。この辺はやはり少し太いもので硬いところがあるので、やはり赤みが出てきますね。こうやって取ってみてもこの辺だと腐りにくいみたいですね、やはり。こうやって剥いて心拍独特のこの赤みが出てくるとコントラストが良くなって動きもはっきり見えてきますね。やはりこういう汚いものは剥いてあげるってことが必要かと思いますね。
ちらから見ますとね、ちょっと足元のね、芸がちょっと足りないもんですから、やはりこちらを正面にするということで、作るようにしますね。それで、これ今ちょっとね、映像じゃ分かりにくいんですが、ちょっと木が反ってますんで、後ろを起こして前で上げるようにいたしますね。こんな感じでいいのかなと思いますね。必ずね、外から内側へ向いていくようにすると、ささくれができたり、繊維に沿って皮がむけてったりしますんで、自然味が出ますから。こうやってね、幹の中心へ向けて皮をむいていくということをやってみていただければ分かりやすいかと思いますね。この大きな幹枝枝もそうなんですがね、やはりこうやって皮をむくときには幹の本体へ向かって皮をむいてあげると自然味が出ますんでね。すごいですね。1月というのにこれだけ新芽を出してるんですよね、真柏は。一年中芽を出してるという、そういうところが真柏に見受けられますね。はい、これでまたちょっと変わった木ができていくと思いますね。皆さんがちょっと見てると、この曲がった右に枝があれば理想で形のいい木ができるなっておそらく思われるんでしょうが、ないんですよね、ここには枝が。だからこれをそういうふうに考えるんじゃなくて、この枝をどう使いこなすか、また他の枝をどう使いこなすかってことで木の姿をまとめていくというふうに考えていますんでね。またそれが理屈とちょっと違ったところに面白みっていうのは木に出てきますから、その辺も参考にしていただければと思います。ではこれから
小枝にね、小枝というか、ミキシンに針金をかけていきますんで、今こうやって取らないでおく、こういう先ほどは取ってもいいって言ったんですけども、この木の位置に、枝の位置によっては使えるものはこういうものは使えますからね、将来考えた場合には残しておくというふうに考えてますんで、必ずしも取るというふうには思わないでください。でこの枝の付け根にいっぱい枝あるのをどうして取ってるのかなというふうに、見て思われる方いると思うんですが、決して懐にある枝だから大事にするというふうに考えているわけじゃないんで、木の姿によってまた場所によって懐枝大事な部分と必要じゃない部分がありますから、その辺は木に合わせて取ってますんでね、なんか懐枝せっかくできてるのになんで取ってるんだろうというふうなきっと見てる方で思ってる方いらっしゃるんだと思いますが、あまりその辺は私は考えてないんです。むしろ枝の動きを出すには懐枝あることによって動きが消されてしまうということもありますからね、その辺も考えてやってますので。でもこうやってやってると、考えてやってるようにはきっと見えてないかもしれないですね。もっと考えるんだったらじっくりやってよなんて思われちゃうかもしれないんですけども、必要のないものは取ってるということですから。じゃあそろそろ大枝を決めるように針金をかけていきましょう。今手に持ってる針金は、6番線ですね。この太さをかけないと枝が動かないもんですからね。この太さをかけて作っていくと、枝を作っていくということになりますね。これはもう絶対に伸ばさないでください。このまんま使うようにしてください。伸ばしたら硬くなって使いづらくなりますからね。
この付け根をしっかり留めるようにね、ここで緩んだらもう針金一切効かなくなりますから、この付け根をきちっと留めておくということですね。ここにもう隙間を空けて、ここで緩みを持たせたらもう効きませんからね、針金っていうのが。ここが一番大事ですからね。あとはこの先へ来たら力をギチギチ入れてかけていくんでなくても、こう流れに沿った状態でかけていけば大丈夫ですから。ストップ止めて。こういう枝なんかね、今ちょっとこれ上がって下がってるんですけどね、これを平らにするっていうことをすると自然味なくなりますから、これを平らにするんじゃなくてこのまま利用して動きを感じるというふうに考えてますから、こういうものは下ろさないというふうに考えてます。まあね、いろんなところで皆さんご存知なのは、これを平らにしてということはきっと知ってらっしゃるんだと思いますが、そうすると動きなくなりますからね。だから全部が全部そうするということじゃないんですけどね、場所によってはそれも考えてやっていくんですよということを覚えていただければと思いますね。まあ、お客さんからもよくそういうことで質問を受けるんですがね、その辺は木によって臨機応変対応してくださいと言うんですが、なかなかその辺が皆さん頭じゃ分かるんだけれど、やりだすとそうならないよねっていうことをよく言われますけれどね、まあその辺はだからこういうものを参考にしながらまたやってもらえれば、あ、動きってこういうものなのかってことを感じていただけると思いますから、まあ、あまり理屈にとらわれないということも必要なのかなと思いますね、木作りには。でも理屈も知ってなければやっぱりダメですけどね。見てらっしゃる方がいるんですけど、なんか質問してくれていいのかなと思うんですけど、何にも言われないんですけど、なんか質問ありますか？何を聞いたらいいかわからないみたいなことじゃなくてどんどん聞いてください見てらっしゃる方はそばで見てないもんでね、どうしてって思ってる部分随分あると思いますんでね、身近で見てらっしゃる方がその代弁をしてもらえればいいんじゃないですか。まあ、質問する前に
枝取られちゃったよとかってなるかもしれないですね大事に思ってた枝取られちゃったよ、じゃあもうこれ以上質問のしようがないよなんてね思われてるかもしれないですけど、この針金をかけ始めていますけど、はい、当初裏表がはっきりしてないっていうか、どちらでも使えるような、はい、話されてましたけど、はい、これ針金かけ始めたってことはもう先生の頭の中ではもう正面が決まったっていうふうに。そういうことですね。正面はもう決まりましたね、これで。もうどっちにするこっちにするってことじゃないです。もう正面はこっちに決まりました。はい。はい。この立ち上がりがいくらか幅広になってますけど、はい、幅の広い方を使うっていうことが、大体定石っていうか定石なのかしらね。立ち上がりの安定感を見ますとね、はい、こちらだと細く見えるんですよね。はい、やはりこちらで見ると立ち上がりがこうね、力強く見えますよね。はい、その辺を今選んだということですね。はい、姿としてはどちらで作っても盆栽の姿としてはなり得るんですけどね。やはり足元の安定感を見ますと、今の正面ということの方がいいんじゃないかなということで今決めたわけですよね。だからこれもね、実際にそばで見てらっしゃるから分かるんですけど、そうじゃないとあんまり感じにくいのかなというような気がしますよね。そんなに細いのかな、そんなに太いのかな、そんなに違いを感じるのかなというふうに、おそらく見てらっしゃる方は感じるかもしれないですね、この場面に対しては。そうですね。っていうのはそんなに極端に広いわけでもないですからね。
いう枝の場合は1本の針金で持ってくるより2本の方が効きやすい場合があるんですよね。これはだから針金の使い方はこうだという一つの考え方でやる必要はないと思いますんでね、2本かけて効かせる場合もありますよということをまた見ていただければと思いますね。持ってくる方へ枝を先に持ってって針金をかけるとそこへ行きますから、ちゃんとこうやっていっちゃいますからね。持っていきたい方へ針金をかけながら枝を持っていっとくということですね。
これからがね、ちょっと今説明しますけどね、これ2股に分かれてますね、ここでね。で、おそらく皆さん使いたい枝はこっちを使いたいと思うんですよ。なんでっつったら平らに降りてくるからということをお考えなんでしょうが、木の動きっていうのは頭の方へ、樹幹部の方へ行くと枝っていうのは立って動いてくるんですよね。必ずしも横に平らに動いてくるもんじゃない。そういうこともいろいろ考えながら枝をいじって操作していくってことを見てもらえればと思います。だからむしろこの枝を平らに下げるよりもこっちを使った方が動きとして出てきますから、これは使いません。むしろこっちを使った方が動きが面白いですから。だからこういう枝使いを随分してある盆栽っていうのがあると思うんですよね。だからその辺は皆さん見るときに、なんでこんな立ってる枝使ってんだろう、きちっと下げれば基本通りできちっとしていいのになって思われる方もいるかもしれないですけども、そういうことじゃないんですよね、木の枝の動きっていうのは。その辺に良さとか自然味とか動きっていうものを感じ取れるように見ていただけるようになると、またいろんな木を見たときに一味違った見方が、できるように思われますけれども、そんなことも参考にしながら、また今日この場面のところも見ていただければと思います。もうちょっと、しましょう。針金で切って絞りますね。引っ張るということで。この場合はね、当て本をした方がしっかり止まりますんでね、そのままやらないようにちょっと顎を当ててやってもらった方がいいと思うんですけどね。これもね、引っ張る位置があって、この先端で引っ張ったら目標としているところへ枝が行きませんからね。どこへ枝を持っていくかということでこの引く位置を決めてますから、ただ引っ張ってるわけじゃないんで、その辺もね参考にしていただければなと思いますね。後ろに逃がして、それで前で出してくるんですよね。そうすると長い枝も短くなるように使えますから。
ついてるこういう枝は取っちゃわないと枝の表現が非常に面倒になります。また難しくなるというかバランスが取りにくくなりますのでね、こういう奥の枝が大事じゃなくて不必要なものを取るというふうに考えて取ってますから。はい。
大まかね、大きな枝、針金かかりましたんでね、これで小枝に入っていこうと思います。小枝をかける時もね、多く枝を残せばいいっていうことじゃないもんですから、取りすぎてもダメですけどね、使える枝を判断しながら使ってもらうということで枝をまとめていくと、コンパクトな枝になってまとまりのいい枝ができると思いますのでね、その辺もやっていただければ気がついたり経験したりしていいかと思いますのでね。だからここに小枝がいっぱいくっついてるんですけど、これを全部残してしまったら枝にならなくなりますんでね。だからやはりいらない小枝または小さな枝はもうどんどん外していくということで枝を作っていくというふうに考えていただいた方がいいかと思いますね。こうやって枝がまとまっていくんですがね、こういうバランスを見ながらもこういうものは針金かけるというよりももう
ハサミでこういうバランスを取っていらないものは取って形を整えていくというふうに考えていった方がいいかなと思って今やってます。針金を全部かければいいってことじゃないもんですからね。それとあと枝から下へ向いてる枝、葉っぱ、またはそういうものはね、バランス的に悪いですから、外していくようにということなんですね。こうやって下へ向いているものは外していきますからね。で、横にある枝を使って枝を作っていくというふうに考えています。じゃあ横に枝がなかったらどうするのと、おそらく今聞いてらっしゃって思ってる方がいらっしゃるんですが、その説明を今ちょっとまたしてみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。それがやりやすい枝があれば、分かりやすい枝があればいいんですが、その辺はちょっと分かりにくい、または映像で見にくいかなと思うんですが、ですね。ちょっとこの辺に枝がないんですね。どうしましょう。じゃあちょっとこういう枝の、バランス的に分かりやすくするに枝でやってみますね。これは今ね、平らにこうやって枝があるんですよね。だからこれは普通に針金かければいいんですよ。でもこれがもし片方にしか枝なくて、また片方っていうか、枝芯に対して左右に枝が出ていない場合ですね。その場合で、例えばこういうふうに立ち枝になっている場合もあると思うんですよね。この時じゃあ立ち枝いけない、下がり枝いけないって切ってしまったら何もなくなりますから、この時にはですね、針金をかけてですね、この時にはですね、こうなってますわね。で、例えばこうなってて、これをじゃあどうするかっていうと、この場合だったら針金をかけまして、ね、こうやってかけるんですよ。それで何をするかといったら、この浜だったら理屈で言えば立ち枝だから切りますよ、切りますよ、ね、これ切りますよと。下がり枝だったら切りますよ。これ何もなくなってしまいますね。じゃあどういうことを言うかっていうと、針金を、このしっかりかけた針金をねじってあげるんです。こうやってこう左右に来ちゃうんです。立ってる枝がこっちへ向いて。これがやり方なんです。だからその辺は今の映像でちょっと見づらい部分があったかもしれないですけども、ねじることによって縦の枝が横へ向くと。これは本体の枝芯をねじるということですね。ただこれを失敗したって2度も3度もやったら枝枯れますからね。これをやるときはもう1回で決めてください。それを守らないと必ず枯れますから。細い枝でやってみていただくのが一つの、経験になるかなと思います。そんなところが今ちょっとね説明できればと思ってやってみました。だから必ずしも枝ってものは平らに横に左右に分かれて出てるわけじゃないもんでね、そんな工夫もしてみていただければ枝を使えることができると思います。だから立ち枝、下がり枝いけないっていうふうに決めつけないでください。それを決めつけると枝なくなりますから。横枝がちゃんとあって立ち枝、下がり枝で使えないなと思ったら切っていただくのがいいんですけどね。立ち枝しかない、下がり枝しかないという場合には今言ったようなテクニックを使うことで枝のバランスを取っていくというふうに考えるんですよね、木作りっていうのは。そうしないと木作りはできませんから。言葉で言ってるほどきっとやってみると簡単にできないと思うんですけどね、経験のためにやっていただくしかないんかなと思いますね、これは。
だからこうかけてる間にも立ち枝下がり枝という枝に対してはもう私どもはもう慣れてますからね、無意識のうちにもう枝ねじってますから、立ってる枝に対してはどっちへねじればいいのかということを計算してもやってますからね。だから立ち枝下がり枝がないように見えてるんですけど、実際はあるんですよね。でもそれを使いこなすということなんですよね。皆さんの針金かけたり枝を取ったりすることでよく耳にするのが、最初から木を見て理屈に合わない部分を全部排除してしまう、要するに取ってしまうということを繰り返されるもんで、枝が足りなくなるんですよね。だから理屈で取るんでなくて、その木の枝の持ち味、またはそこにはどういう枝があってどういう枝がないのか、その辺を考えた時には取る前に理屈を頭から外してください。そうすると必ず答えが出てきますから、最初から理屈ありきでこれはもう間違ってるから取るというふうに考えてやってらっしゃる方がいっぱい見られますんで、そういう方によくそういうことは言うんですがね、なかなか理解しにくいということでね。でも理屈通りにやってんだから間違いないでしょって言うけども、理屈通りの枝があるわけじゃないんですよ。だからそこをどう対処するかということですから、ただあまりにもそこに理屈を持ってこないということが必要になるかなと思いますね。じゃあ何でも構わず神の車立ち枝何でも残せばいいのか、そういうことを言うわけじゃないんですけどね。だからその辺が木に応じて場所に応じて考えてやっていくのが木作りですよということを今申し上げているわけですよね。何か質問あったら言ってください。ありがとうございます。聞いてもらわないと答えようがないんですよ。これも今かけてる枝は下に向いてた下がり枝なんですよね。でも下がり枝だからって切っちゃうわけにいかないんですよ。やはり使う枝は使っていく。だからそれをどう使いこなすかっていうことなんですよね。あるお客さんに言われましたけどね、30年も40年も思い込んできてやったのをね、ここで言われて明日から分かりましたってできないっていうことはよく言われます、皆さんに。でもそこを変えていくことで面白い木、または木作りが変わっていかれるんじゃないんですかと言うんですがね、なかなか難しいようですね、そう言われても。長い経験がそうさせちゃったんだからどうしようもないんだよなんてよく言われますけどね。映像で見てると不思議に思って聞きたいんだけど、目の前でやってるのを見てるとなかなか聞けないですか？何を聞いたらいいの、どう聞いたらいいのって迷いがあって、映像で見てると、いやこれああやって聞きたかったんだよななんて思ってらっしゃるんだけれどね、おそらくどんどん聞いてください。そんなことでね、また見てる方もああそういうことなのかって見ていただければね、聞いてくれた方にも非常に
喜ばれるんじゃないですか。この辺の枝なんか少し痩せてて日陰だったもんですから小枝がないんですよね。枝先先端にしか葉がないんですけど、これがないから切っちゃうってことをしちゃうと枝なくなりますからね。こういう枝はね、場所によったら大事に使いこなすということも必要ですからね。他の枝から見てもすごく痩せてますから、この枝今。なんでこんなことになったかというと日陰だったということなんですよね。だからやはり防災作る時には日陰の枝を作らないということもね、やっぱり皆さんご存知でしょうけれども、そんなことも考えてみてやってください。
先ほどもちょっと枝のその使い方の中で一つね、ちょっともう一つ言っておきたいなと思うのは、愛好家の方たちが針金かけるとよく枝が膨らみがないんだよなって、プロがやるとなんで枝に膨らみが出るんだろう、みんなカエデの葉っぱみたいに、イチョウの葉っぱみたいに枝が平らになっちゃって膨らみなくて、なんだか間延びしたような枝切りでなんか見栄えが悪いんだけどどうすればいいんだろうっていうことをよく聞かれるんですが、やはりそれは小枝の使い方なんですよね。だから先ほども言いましたように、立ち枝だからいけない、かんぬき、車、下がり枝、そういうものを排除してしまうということで、そういう枝の使い方ができなくなるわけですよね。だからやはり立ち枝が悪い、下がり枝が悪い、そういう理屈じゃなくて、使いこなすことによって私どもも枝に膨らみを持たせてますから、その枝の使い方を見ていただけると、おそらくあれ立ち枝使ってるし、だけど枝の膨らみ出すにはそういう枝も必要なんだなっていうふうに見て気がついていただければいいんですけども、もう最初から理屈ありきでダメというふうに判断してしまうと、そういうことも気がつかないでいってしまうと思いますんでね、やはりそういうところも針金かけの膨らみのある枝なんかを見たときにちょっと気がついて気を使ってみてもらうと分かってもらえると思いますのでね、いいと思いますよ。今のこの場面も下へ向いてる枝ありますからね、それを使いこなすしかないんですよね。最初に下へ向いてるから取っちゃうっていうことをすると枝がなくなりますからね。まず一つ分かりにくかったらかけてから取ってみるということも一つの考え方だと思いますんで、最初から取らないようにしてください。そうすると気がつくところがいっぱい出てくると思いますから。今かけてるこの枝なんかも下へ向いてる枝ですからね。これをダメって取っちゃったら枝がなくなっちゃいますからね。今かけてる枝は立ち枝ですよ。だから下がり枝も使う、立ち枝も使う、それによって枝の形成を考えていくということにつながってきますのでね。まあでもそれは実際ここで見てらっしゃれば分かるんでしょうけど、これ言葉だけだとね、なかなか分かりづらい、伝えづらいところあるんですけども、まあそういうことですということだけは、聞いていただければと思いますんでね、今話してます。
私なんかも散歩に行って神社の古い赤松とかそういうものをよく見るんですがね、やはり自然界の中で枝がうまく使われてますよね。立ち枝であったり車枝であったりカヌギであったり下がり枝であったり、それを自然界がうまく調整しながら木姿を作ってるんですよね。だから古い木を見るときにそういうところを見てきていただくと参考になるのかなと思いますんでね、神社なんか行って古い木を見たときにはそういうところをちょっと気がついて見ていただければ随分参考になると思いますよ。私もそういうことを積み重ねていろんなことを見ることを学んできてますから、いきなりそういうことが理解できたり分かったわけじゃないもんですからね、そんなことも皆さんも我々と同じ経験を積み重ねることで覚えていかれるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひまた参考にしてみてください。こういう枝をかけると下がり枝、横枝、立ち枝全部混在してますからね、この中に。だからこうやってかけていくんですよ。まず取らないで。それで先ほどもちょっと説明したと思いますが、この時に立っている枝があったらねじれば横へ向きますからね、また下がっている枝も横へ向いてきますから、その辺をだからまたねちょっと考えてまたやってみていただければと思いますよ。この枝なんかほとんど下へ向いてますよね、これ。でも今回の場合は取れるんですよね。横にちゃんといい枝ありますから。取っちゃいけない取っちゃいけないって言いながら取ってるんですよ。それはちゃんとその様子を見ながら判断するということですね。でなるべく枝先へ来たら細い枝に切り替える、太い枝を外すということで枝のバランスが取れてきますから、太い枝を残すとどうしてもごつくなりますから後で。
こういう立ち枝なんか非常に使いやすい立ち枝なんですよね。こういう立ち枝を使うことで枝に膨らみを持たせることができますからね。でもそういう場面を実際に目の前で見てみたいなと思ってらっしゃる方いらっしゃるんだと思うんですけどね。見ていただければ一番よくわかるんですけどね。ああ、そうやって立ち枝も使いこなすのかってね、理解してもらえると思うんですけど。
今この枝はね照明枝を使ってるんですけどね、照明枝を使う意味っていうのはちゃんとありましてね、やっぱり奥行きを感じさせるという意味では照明枝というものも必要ですしね、左右に開いて照明枝をなくしてしまって胸を張っているような枝に見えるようでは困りますからね、だから必ず照明枝を使いこなすと。ただ使いこなし方があるというところがちょっとまた難しいところがあるんですけどね。はい、いきます。
大まかね、大きな枝、針金かかりましたのでね、これで小枝に入っていこうと思います。小枝をかける時もね、多く枝を残せばいいっていうことじゃないもんですから、取りすぎてもダメですけどね、使える枝を判断しながら使ってもらうということで枝をまとめていくと、コンパクトな枝になってまとまりのいい枝ができると思いますのでね、その辺もやっていただければ気がついたり経験したりしていいかと思いますのでね。だからここに小枝がいっぱいくっついてるんですけど、これを全部残してしまったら枝にならなくなりますんでね。だからやはりいらない小枝または小さな枝はもうどんどん外していくということで枝を作っていくというふうに考えていただいた方がいいかと思いますね。
こうやって枝がまとまっていくんですがね、こういうバランスを見ながらもうこういうものは針金かけるというよりも、もうハサミでこういうバランスを取って、いらないものは取って形を整えていくというふうに考えていった方がいいかなと思って今やってます。針金を全部かければいいってことじゃないもんですからね。それとあと枝から下へ向いてる枝、葉っぱ、またはそういうものはね、バランス的に悪いですから、外していくようにということなんですね。こうやって下へ向いているものは外していきますからね。で、横にある枝を使って枝を作っていくというふうに考えています。じゃあ横に枝がなかったらどうするのと、おそらく今聞いてらっしゃって思ってる方がいらっしゃるんですが、その説明を今ちょっとまたしてみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。それがやりやすい枝があれば、分かりやすい枝があればいいんですが、その辺はちょっと分かりにくい、または映像で見にくいかなと思うんですが、ですね。ちょっとこの辺に枝がないんですね。どうしましょう。じゃあちょっとこういう枝の、バランス的に分かりやすくするに枝でやってみますね。これは今ね、平らにこうやって枝があるんですよね。だからこれは普通に針金かければいいんですよ。でもこれがもし片方にしか枝なくて、また片方っていうか、枝芯に対して左右に枝が出ていない場合ですね。その場合で、例えばこういうふうに立ち枝になっている場合もあると思うんですよね。この時じゃあ立ち枝いけない、下がり枝いけないって切ってしまったら何もなくなりますから、この時にはですね、針金をかけてですね、この時にはですね、こうなってますわね。で、例えばこうなってて、これをじゃあどうするかっていうと、この場合だったら針金をかけまして、ね、こうやってかけるんですよ。それで何をするかといったら、この辺だったら理屈で言えば立ち枝だから切りますよ、切りますよ、ね、これ切りますよと。下がり枝だったら切りますよ。これ何もなくなってしまいますね。じゃあどういうことを言うかっていうと、針金を、このしっかりかけた針金をねじってあげるんです。こうやってこう左右に来ちゃうんです。立ってる枝がこっちへ向いて。これがやり方なんです。だからその辺は今の映像でちょっと見づらい部分があったかもしれないですけども、ねじることによって縦の枝が横へ向くと。これは本体の枝芯をねじるということですね。ただ、これを、失敗したって2度も3度もやったら枝枯れますからね、これをやるときはもう1回で決めてください。それを守らないと必ず枯れますから。細い枝でやってみていただくのが一つの、経験になるかなと思います。そんなところが今、ちょっとね、説明できればと思ってやってみました。だから必ずしも枝ってものは平らに横に左右に分かれて出てるわけじゃないもんでね、そんな工夫もしてみていただければ枝を使えることができると思います。だから立ち枝、下がり枝いけないっていうふうに決めつけないでください。それを決めつけると枝なくなりますから。横枝がちゃんとあって立ち枝、下がり枝で使えないなと思ったら切っていただくのがいいんですけどね。立ち枝しかない、下がり枝しかないという場合には今言ったようなテクニックを使うことで枝のバランスを取っていくというふうに考えるんですよね、木作りっていうのは。そうしないと木作りはできませんから。言葉で言ってるほどきっとやってみると簡単にできないと思うんですけどね、経験のためにやっていただくしかないんかなと思いますね、これは。
だからこうかけてる間にも立ち枝下がり枝という枝に対してはもう私どもはもう慣れてますからね、無意識のうちにもう枝ねじってますから、立ってる枝に対してはどっちにねじればいいのかということを計算してもやってますからね。だから立ち枝下がり枝がないように見えてるんですけど、実際はあるんですよね。でもそれを使いこなすということなんですよね。皆さんの針金かけたり枝を取ったりすることでよく耳にするのが、最初から木を見て理屈に合わない部分を全部排除してしまう、要するに取ってしまうということを繰り返されるもんで、枝が足りなくなるんですよね。だから理屈で取るんでなくて、その木の枝の持ち味、またはそこにはどういう枝があってどういう枝がないのか、その辺を考えた時には、取る前に理屈を頭から外してください。そうすると必ず答えが出てきますから。最初から理屈ありきで、これはもう間違ってるから取るというふうに考えてやってらっしゃる方がいっぱい見られますんで、そういう方によくそういうことは言うんですがね、なかなか理解しにくいということでね。でも理屈通りにやってんだから間違いないでしょって言うけども、理屈通りの枝があるわけじゃないんですよ。だからそこをどう対処するかということですから。ただあまりにもそこに理屈を持ってこないということが必要になるかなと思いますね。じゃあ何でも構わず缶抜き車立ち枝何でも残せばいいのか、そういうことを言うわけじゃないんですけどね。だからその辺が木に応じて場所に応じて考えてやっていくのが木作りですよということを今申し上げているわけですよね。何か質問あったら言ってください。ありがとうございます。聞いてもらわないと答えようがないんですよ。これも今かけてる枝は下に向いてた下がり枝なんですよね。でも下がり枝だからって切っちゃうわけにいかないんですよ。やはり使う枝は使っていく。だからそれをどう使いこなすかっていうことなんですよね。あるお客さんに言われましたけどね、30年も40年も思い込んできてやったのをね、ここで言われて明日から分かりましたってできないっていうことはよく言われます、皆さんに。でもそこを変えていくことで面白い木、または木作りが変わっていかれるんじゃないんですかと言うんですがね、なかなか難しいようですね、そう言われても。長い経験がそうさせちゃったんだからどうしようもないんだよなんてよく言われますけどね。映像で見てると不思議に思って聞きたいんだけど、目の前でやってるのを見てるとなかなか聞けないですか？何を聞いたらいいの、どう聞いたらいいのって迷いがあって、映像で見てると、いやこれああやって聞きたかったんだよななんて思ってらっしゃるんだけれどね、おそらくどんどん聞いてください。そんなことでね、また見てる方も、ああそういうことなのかって見ていただければね、聞いてくれた方にも非常に
喜ばれるんじゃないですか。この辺の枝なんか少し痩せてて日陰だったもんですから小枝がないんですよね。枝先先端にしか葉がないんですけど、これがないから切っちゃうってことをしちゃうと枝なくなりますからね。こういう枝は、ね、場所によったら大事に使いこなすということも必要ですからね。他の枝から見てもすごく痩せてますから、この枝今。なんでこんなことになったかっていうと日陰だったということなんですよね。だからやはり防災作る時には日陰の枝を作らないということもね、やっぱり皆さんご存知でしょうけれども、そんなことも考えてみてやってください。
先ほどもちょっと枝のその使い方の中で一つね、ちょっともう一つ言っておきたいなと思うのは、愛好家の方たちが針金かけるとよく枝が膨らみがないんだよなって、プロがやるとなんで枝に膨らみが出るんだろう、みんなカエデの葉っぱみたいに、イチョウの葉っぱみたいに枝が平らになっちゃって膨らみなくて、なんだか間延びしたような枝切りでなんか見栄えが悪いんだけどどうすればいいんだろうっていうことをよく聞かれるんですが、やはりそれは小枝の使い方なんですよね。だから先ほども言いましたように、立ち枝だからいけない、かんぬき、車、下がり枝、そういうものを排除してしまうということで、そういう枝の使い方ができなくなるわけですよね。だからやはり立ち枝が悪い、下がり枝が悪い、そういう理屈じゃなくて、使いこなすことによって私どもも枝に膨らみを持たせてますから、その枝の使い方を見ていただけると、おそらく立ち枝使ってるし、だけど枝の膨らみ出すにはそういう枝も必要なんだなっていうふうに見て気がついていただければいいんですけども、もう最初から理屈ありきでダメというふうに判断してしまうと、そういうことも気がつかないでいってしまうと思いますんでね、やはりそういうところも針金掛けの膨らみのある枝なんかを見たときにちょっと気がついて気を使ってみてもらうと分かってもらえると思いますのでね、いいと思いますよ。今のこの場面も下へ向いてる枝ありますからね、それを使いこなすしかないんですよね。最初に下へ向いてるから取っちゃうっていうことをすると枝がなくなりますからね。まず一つ分かりにくかったらかけてから取ってみるということも一つの考え方だと思いますんで、最初から取らないようにしてください。そうすると気が付くところがいっぱい出てくると思いますから。今かけてるこの枝なんかも下へ向いてる枝ですからね。これをダメって取っちゃったら枝がなくなっちゃいますからね。今かけてる枝は立ち枝ですよ。だから下がり枝も使う、立ち枝も使う、それによって枝の形成を考えていくということにつながってきますのでね。まあでもそれは実際ここで見てらっしゃれば分かるんでしょうけど、これ言葉だけだとね、なかなか分かりづらい、伝えづらいところあるんですけども、まあそういうことですということだけは聞いていただければと思いますんでね、今話してます。
私なんかも散歩に行って神社の古い赤松とかそういうものをよく見るんですがね、やはり自然界の中で枝がうまく使われてますよね。立ち枝であったり車枝であったりカンヌギであったり下がり枝であったり、それを自然界がうまく調整しながら木姿を作ってるんですよね。だから古い木を見るときにそういうところを見てきていただくと参考になるのかなと思いますんでね、神社なんか行って古い木を見たときにはそういうところをちょっと気がついて見ていただければ随分参考になると思いますよ。私はもうそういうことを積み重ねていろんなことを見ることを学んできてますから、いきなりそういうことが理解できたり分かったわけじゃないもんですからね、そんなことも皆さんも我々と同じ経験を積み重ねることで覚えていかれるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひまた参考にしてみてください。こういう枝をかけると下がり枝、横枝、立ち枝全部混在してますからね、この中に。だからこうやってかけていくんですよ。まず取らないで。それで先ほどもちょっと説明したと思いますが、この時に立っている枝があったらねじれば横へ向きますからね、また下がっている枝も横へ向いてきますから、その辺をだからまたねちょっと考えてまたやってみていただければと思いますよ。この枝なんかほとんど下に向いてますよね、これ。でも今回の場合は取れるんですよね。横にちゃんといい枝ありますから。取っちゃいけない、取っちゃいけないって言いながら取ってるんですよ。それはちゃんとその様子を見ながら判断するということですね。でなるべく枝先へ来たら細い枝に切り替える、太い枝を外すということで枝のバランスが取れてきますから、太い枝を残すとどうしてもごつくなりますから、後で。
こういう立ち枝なんか非常に使いやすい立ち枝なんですよね。こういう立ち枝を使うことで枝に膨らみを持たせることができますからね。でもそういう場面を実際に目の前で見たいなと思ってらっしゃる方いらっしゃるんだと思うんですけどね、見ていただければ一番よくわかるんですけどね、ああそうやって立ち枝も使いこなすのかってね、理解してもらえると思うんですけど。
今この枝はね照明枝を使ってるんですけどね、照明枝を使う意味っていうのはちゃんとありましてね、やっぱり奥行きを感じさせるという意味では照明枝というものも必要ですしね、左右に開いて照明枝をなくしてしまって胸を張っているような枝に見えるようでは困りますからね、だから必ず照明枝を使いこなすと。ただ使いこなし方があるというところがちょっとまた難しいところがあるんですけどね。はい。
大まかね、大きな枝、針金かかりましたのでね、これで小枝に入っていこうと思います。小枝をかける時もね、多く枝を残せばいいっていうことじゃないもんですから、取りすぎてもダメですけどね、使える枝を判断しながら使ってもらうということで枝をまとめていくと、コンパクトな枝になってまとまりのいい枝ができると思いますのでね、その辺もやっていただければ気がついたり経験したりしていいかと思いますのでね。だからここに小枝がいっぱいくっついてるんですけど、これを全部残してしまったら枝にならなくなりますんでね。だからやはりいらない小枝または小さな枝はもうどんどん外していくということで枝を作っていくというふうに考えていただいた方がいいかと思いますね。
って枝まとまっていくんですがね、こういうバランスを見ながらもうこういうものは針金かけるというよりももうハサミでこういうバランスを取っていらないものは取って形を整えていくというふうに考えていった方がいいかなと思って今やってます。針金を全部かければいいってことじゃないもんですからね。それとあと枝から下へ向いてる枝、葉っぱ、またはそういうものはね、バランス的に悪いですから、外していくようにということなんですね。こうやって下へ向いてるものは外していきますからね。で、横にある枝を使って枝を作っていくというふうに考えています。じゃあ横に枝がなかったらどうするのと、おそらく今聞いてらっしゃって思ってる方がいらっしゃるんですが、その説明を今ちょっとまたしてみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。それがやりやすい枝があれば、分かりやすい枝があればいいんですが、その辺はちょっと分かりにくい、または映像で見にくいかなと思うんですが、ですね。ちょっとこの辺に枝がないんですね。どうしましょう。じゃあちょっとこういう枝の、バランス的に分かりやすくするに枝でやってみますね。これは今ね、平らにこうやって枝があるんですよね。だからこれは普通に針金かければいいんですよ。でもこれがもし片方にしか枝なくて、また片方っていうか、枝芯に対して左右に枝が出ていない場合ですね。その場合で、例えばこういうふうに立ち枝になっている場合もあると思うんですよね。この時じゃあ立ち枝いけない、下がり枝いけないって切ってしまったら何もなくなりますから、この時にはですね、針金をかけてですね、この時にはですね、こうなってますわね。で、例えばこうなってて、これをじゃあどうするかっていうと、この場合だったら針金をかけまして、ね、こうやってかけるんですよ。それで何をするかといったら、この辺まだったら理屈で言えば立ち枝だから切りますよ、切りますよ、ね、これ切りますよと。下がり枝だったら切りますよ。これ何もなくなってしまいますね。じゃあどういうことを言うかっていうと、針金を、このしっかりかけた針金をねじってあげるんです。こうやってこう左右に来ちゃうんです。立ってる枝がこっちへ向いて。これがやり方なんです。だからその辺は今の映像でちょっと見づらい部分があったかもしれないですけども、ねじることによって縦の枝が横へ向くと。これは本体の枝芯をねじるということですね。ただ、これを、失敗したって2度も3度もやったら枝枯れますからね、これをやるときはもう1回で決めてください。それを守らないと必ず枯れますから。細い枝でやってみていただくのが一つの、経験になるかなと思います。そんなところが今、ちょっとね、説明できればと思ってやってみました。だから必ずしも枝ってものは平らに横に左右に分かれて出てるわけじゃないもんでね、そんな工夫もしてみていただければ枝を使えることができると思います。だから立ち枝、下がり枝いけないっていうふうに決めつけないでください。それを決めつけると枝なくなりますから。横枝がちゃんとあって立ち枝、下がり枝で使えないなと思ったら切っていただくのがいいんですけどね。立ち枝しかない、下がり枝しかないという場合には今言ったようなテクニックを使うことで枝のバランスを取っていくというふうに考えるんですよね、木作りっていうのは。そうしないと木作りはできませんから。言葉で言ってるほどきっとやってみると簡単にできないと思うんですけどね、経験のためにやっていただくしかないんかなと思いますね、これは。
こうかけてる間にも立ち枝下がり枝という枝に対してはもう私どもはもう慣れてますからね、無意識のうちにもう枝ねじってますから、立ってる枝に対してはどっちへねじればいいのかということを計算してもやってますからね。だから立ち枝下がり枝がないように見えてるんですけど、実際はあるんですよね。でもそれを使いこなすということなんですよね。皆さんの針金かけたり枝を取ったりすることでよく耳にするのが、最初から木を見て理屈に合わない部分を全部排除してしまう、要するに取ってしまうということを繰り返されるもんで、枝が足りなくなるんですよね。だから理屈で取るんでなくて、その木の枝の持ち味、またはそこにはどういう枝があってどういう枝がないのか、その辺を考えた時には、取る前に理屈を頭から外してください。そうすると必ず答えが出てきますから、最初から理屈ありきでこれはもう間違ってるから取るというふうに考えてやってらっしゃる方がいっぱい見られますんで、そういう方によくそういうことは言うんですがね、なかなか理解しにくいということでね。でも理屈通りにやってるんだから間違いないでしょって言うけども、理屈通りの枝があるわけじゃないんですよ。だからそこをどう対処するかということですから、ただあまりにもそこに理屈を持ってこないということが必要になるかなと思いますね。じゃあ何でも構わず神の車立ち枝何でも残せばいいのか、そういうことを言うわけじゃないんですけどね。だからその辺が木に応じて場所に応じて考えてやっていくのが木作りですよということを今申し上げているわけですよね。何か質問あったら言ってください。ありがとうございます。聞いてもらわないと答えようがないんですよ。これも今かけてる枝は下へ向いてた下がり枝なんですよね。でも下がり枝だからって切っちゃうわけにいかないんですよ。やはり使う枝は使っていく。だからそれをどう使いこなすかっていうことなんですよね。まあ、あるお客さんに言われましたけどね、30年も40年も思い込んできてやったのをね、ここで言われて明日から分かりましたってできないっていうことはよく言われます、皆さんに。でもそこを変えていくことで面白い木、または木作りが変わっていかれるんじゃないんですかと言うんですがね、なかなか難しいようですね、そう言われても。長い経験がそうさせちゃったんだからどうしようもないんだよなんてよく言われますけどね。映像で見てると不思議に思って聞きたいんだけど、目の前でやってるのを見てるとなかなか聞けないですか？何を聞いたらいいの、どう聞いたらいいのって迷いがあって、映像で見てると、いやこれああやって聞きたかったんだよななんて思ってらっしゃるんだけれどね、おそらくどんどん聞いてください。そんなことでね、また見てる方も、ああそういうことなのかって見ていただければね、聞いてくれた方にも非常に
喜ばれるんじゃないですか。この辺の枝なんか少し痩せてて日陰だったもんですから小枝がないんですよね。枝先先端にしか葉がないんですけど、これがないから切っちゃうってことをしちゃうと枝なくなりますからね。こういう枝は、ね、場所によったら大事に使いこなすということも必要ですからね。他の枝から見てもすごく痩せてますから、この枝今。なんでこんなことになったかというと日陰だったということなんですよね。だからやはり防災作る時には日陰の枝を作らないということもね、やっぱり皆さんご存知でしょうけれども、そんなことも考えてみてやってください。
先ほどもちょっと枝のその使い方の中で一つね、ちょっともう一つ言っておきたいなと思うのは、愛好家の方たちが針金かけるとよく枝が膨らみがないんだよなって、プロがやるとなんで枝に膨らみが出るんだろう、みんなカエデの葉っぱみたいに、イチョウの葉っぱみたいに枝が平らになっちゃって膨らみなくて、なんだか間延びしたような枝切りでなんか見栄えが悪いんだけどどうすればいいんだろうっていうことをよく聞かれるんですが、やはりそれは小枝の使い方なんですよね。だから先ほども言いましたように、立ち枝だからいけない、かんぬき、車、下がり枝、そういうものを排除してしまうということで、そういう枝の使い方ができなくなるわけですよね。だからやはり立ち枝が悪い、下がり枝が悪い、そういう理屈じゃなくて、使いこなすことによって私どもも枝に膨らみを持たせてますから、その枝の使い方を見ていただけると、おそらく立ち枝使ってるし、だけど枝の膨らみ出すにはそういう枝も必要なんだなっていうふうに見て気がついていただければいいんですけども、もう最初から理屈ありきでダメというふうに判断してしまうと、そういうことも気がつかないでいってしまうと思いますんでね、やはりそういうところも針金掛けの膨らみのある枝なんかを見たときにちょっと気がついて気を使ってみてもらうと分かってもらえると思いますのでね、いいと思いますよ。今のこの場面も下へ向いてる枝ありますからね、それを使いこなすしかないんですよね。最初に下へ向いてるから取っちゃうっていうことをすると枝がなくなりますからね。まず一つ分かりにくかったらかけてから取ってみるということも一つの考え方だと思いますんで、最初から取らないようにしてください。そうすると気がつくところがいっぱい出てくると思いますから。今かけてるこの枝なんかも下へ向いてる枝ですからね。これをダメって取っちゃったら枝がなくなっちゃいますからね。今かけてる枝は立ち枝ですよ。だから下がり枝も使う、立ち枝も使う、それによって枝の形成を考えていくということにつながってきますのでね。まあでもそれは実際ここで見てらっしゃれば分かるんでしょうけど、これ言葉だけだとね、なかなか分かりづらい、伝えづらいところあるんですけども、まあそういうことですということだけは聞いていただければと思いますんでね、今話してます。
私なんかも散歩に行って神社の古い赤松とかそういうものをよく見るんですがね、やはり自然界の中で枝がうまく使われてますよね。立ち枝であったり車枝であったりカンヌギであったりサガリ枝であったり、それを自然界がうまく調整しながら木姿を作ってるんですよね。だから古い木を見るときにそういうところを見てきていただくと参考になるのかなと思いますんでね、神社なんか行って古い木を見たときにはそういうところをちょっと気がついて見ていただければ随分参考になると思いますよ。私はもうそういうことを積み重ねていろんなことを見ることを学んできてますから、いきなりそういうことが理解できたり分かったわけじゃないもんですからね、そんなことも皆さんも我々と同じ経験を積み重ねることで覚えていかれるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひまた参考にしてみてください。こういう枝をかけると下がり枝、横枝、立ち枝全部混在してますからね、この中に。だからこうやってかけていくんですよ、まず取らないで。それで先ほどもちょっと説明したと思いますが、この時に立っている枝があったらねじれば横へ向きますからね、また下がっている枝も横へ向いてきますから、その辺をだからまたねちょっと考えてまたやってみていただければと思いますよ。この枝なんかほとんど下へ向いてますよね、これ。でも今回の場合は取れるんですよね。横にちゃんといい枝ありますから。取っちゃいけない、取っちゃいけないって言いながら取ってるんですよ。それはちゃんとその様子を見ながら判断するということですね。でなるべく枝先へ来たら細い枝に切り替える、太い枝を外すということで枝のバランスが取れてきますから、太い枝を残すとどうしてもごつくなりますから、後で。
ち枝なんか非常に使いやすい立ち枝なんですよね。こういう立ち枝を使うことで枝に膨らみを持たせることができますからね。でもそういう場面を実際に目の前で見てみたいなと思ってらっしゃる方いらっしゃるんだと思うんですけどね、見ていただければ一番よくわかるんですけどね、ああそうやって立ち枝も使いこなすのかってね、理解してもらえると思うんですけど。
今この枝はね照明枝を使ってるんですけどね、照明枝を使う意味っていうのはちゃんとありましてね、やっぱり奥行きを感じさせるという意味では照明枝というものも必要ですしね、左右に開いて照明枝をなくしてしまって胸を張っているような枝に見えるようでは困りますからね、だから必ず照明枝を使いこなすと、ただ使いこなし方があるというところがちょっとまた難しいところがあるんですけどね。いろんなこと知ってるようでってなかなか知らないところ、わからないところも随分あるのが盆栽でね。理屈を覚えれば盆栽良くなるっつうんだから楽でいいんだけど、どうもそうじゃないのが盆栽で。理屈は嫌なこと知ってるんだけど良くならないって人が大変だから。
ですね。でかすぎちゃうんだよね、今度はみんな。だんだん頭へきたらね、枝を小さくしていかないといけないでね。枝っていうのはね、左右上下という模様の付け方していかないと変化出ませんからね。皆さんよく横がつくんだけど上下がつかないんだよねってよく言われるんですけど、やはり上下の模様がないと面白み動きっていうのは出てきにくくなりますからね、必要だと思いますよ。枝取ると穴が開いたように見えるんですけどね、ちゃんと配置していくとね、その穴がね、程よく埋まっていってバランスが取れていくように枝ってなっていくんですよね。こういうね、今取った下なんかガサガサ開いちゃったけどどうするのってちゃんとバランス取れますからね、心配ないんですよ。また盆栽っていうのは枝っていうのは空間の美って昔からよく言われてるんですけどね、間がないと楽しくないんですよね。枝の動きが見えなくて葉で覆い隠して作って外側の葉っぱの輪郭で枝を木を見せようったってそれは面白いものができないと思いますね。やはり間というものがあって枝の動きが見えてそこに葉の実ができてる、それが盆栽だと私は思ってますから。やはりそういうことを心がけて木作りをしていくっていうのは楽しいんじゃないかなと思ってますけどね。
ことないですか？せっかく来たんだけど、なんか聞いてください。映像を見てる人は、あっこで聞きたかったんだけどな、なんであっこで聞いてくれなかったのって思われるといけないから疑問に思ったら聞いてくれる俺がそばにいりゃ絶対聞くんだけどなとかって思ってる方いるかもしれない、映像を見ながら皆さんなんか映像撮ってるなんつうと黙っちゃうんだからな。普段ならよく聞くのに皆さんそんな緊張しなくて大丈夫だから何聞いたって大丈夫だよ、顔映ってないから。
今回のこの木はね、枝がまともになくてね、まともなところになくて、ちょっと変則的な文人でもない、模様木でもないような、ちょっとね、へんてこな木なんですけどね、これだけ面白く変化してきましたよね。だからこういう木はやはり作ってて、これからの変化を楽しむには、満足できるものにつながってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。だからわざわざこういうものを作ったんじゃないんだけれども、こうやって自然のものっていうのは面白いものを作ってきてくれてるんですよね。あとはそれをどう生かすかというのが木作りにつながっていくんだろうと思いますけどね。だから皆さんがね、ちょっとこういう変則的な木見ちゃうと、どうやればいいのって思ってる方も随分いらっしゃるんだろうなとは思いますけどね。でも前にもね、この取材の中で言ってるんですけどね、癖のある木ほど面白いんですよ、盆栽ってのは。真面目な木は真面目な木でいいんですけどね、癖っていうのはつけたくてつけれるもんじゃなくて、その木が持って生まれて出てきたもんですから、それを上手に利用することによって面白いものが作れる。これが癖のあるものというふうに考えられるんですよね。だから面白いんじゃないですかね。もしこれが最初から人間が理想的な形にしてたら、ごく真面目な普通の木になってしまうと思うんですよね。そういう意味でやはりこういうものっていうのは面白いですね。作ってみてるとね。こういう頭の枝っていうのは下へ下げないことなんですね。これ下げると味もそっくりなくなっちゃいますから、やはり枝先ちょっと上がりながら先端へ来たら模様をつけながら下げていくことで動きっていうものが感じられて、そこに膨らみとかいろんなものが出てくるんですよね。それを真っ平らにしたらもう全然味もそっくりもなくなりますから、こういうちょっとしたね、こういう上がったり下がったりしてるこのラインっていうのは非常に木の作りの中では面白みとして捉えていくわけですよね。いやあれはおかしいよ、まっすぐ来なくちゃおかしいなんて見てらっしゃる向きもあるかもしれないですけれども、そこをちょっと考え方見方を変えてもらえればまた楽しめると思いますけどね。これも今かけてるこっち側の枝っていうのは下へ向いてる下がり枝ですからね、これも理屈で言ったらいけない枝になっちゃいますよね。そうじゃないんですよね、木作りっていうのは。やはりこういうことを何度でも言うことによって皆さんが理解してもらうしかないんですね。さりげなく下げれて、でも立ち枝でも使い方によっていいんですよっていう程度で話終わってしまうとちょっとねあれですから、何度でも同じことをやっぱり繰り返し言うことで皆さんがその辺を理解してもらうということが大事かなと思ってね、やっぱり、言うわけですよね。
皆さん一番気にしてる頭頂部へ来ましたから、どうなるんかなってね、皆さんよくおっしゃいますよね。頭の作り方がよくわからない、うまくいかないっていうことをよく聞かれるんですが、まあ頭頂部へ来ましたんでね、随分木が小さくなってまとまると思いますよ。雰囲気も良くなって。やはりこの頭頂部へ来た時に枝をこうやって伏せますとね、下へ向く枝出てくるんです。必ず縦と下と、これを下へ向いて打って切っちゃうと頭の樹幹部の形成ができなくなりますからね、気をつけてくださいね。だから理屈じゃないんですよって口が酸っぱくなることを言ってるんですから。
頭もまとまってきましたね、ようやく。今度はね、これからね、ちょっといろいろ調整していかないといけないんでね、それをこれからまたやってきますね。先ほどまで暑かったのに涼しくなってきたね、やっぱり温度下がってきたようだね。だんだん涼しくなってきちゃって、もうね、今朝マイナス7度ですか、朝ね、確か寒かったね。ね、マイナス7度。へえって言われるね、他の人聞いたら。
海道とね大差ないですからね、僕はもうね、ここに住んでれば北海道へ住んでても同じみたいな感じのところあるもんで。まあ一応ね形になりましたまあこれはねいつも言う通りこっからスタートですから、非常に面白い木になったと思うんですね。雰囲気のある木になりましたね、やはりね。だからね、やはりこういうところの照明だというのは非常に有効なんですよ。これを取ってしまったら味も含もなくなってしまいますからね。こういうところの動きってやっぱり大事ですからね。でやはりね、ここから見てもらえば分かるんですけど、これをまっすぐ下ろしてしまったらどうしようもないんですよ。上がって下がってる。この動きが動きとして感じられて、またそこの部分の樹幹部に対する形成がうまくいくわけですよね。これをもし平らにしてしまったらもうここが間抜けになっちゃって見えなくなりますからね。だからそういうところをよくね、いろんなものを見ながら皆さん学んでもらえればなとは思いますね。必ずそういう木作りしてますから、何でも枝を平らにすればいいってもんじゃないんですよね。とは言ってもなかなかそれがね理解されにくいのでさあ、こんなところでどうでしょうか、マーさん。一度ちょっとカメラの方に正面を見せていただいて、ちょっとね、掃除してね。はい、お願いします。2時間ぐらいなんですか、やっぱり。そうですね、2時間ぐらいですね。2時間ぐらいですね。あっという間に。見てる人はあっという間じゃないんだけど長いなやはりね、あとこういうところはね、後でまたね細かい掃除をすればきれいになってきますからね。で正面はですね、ちょっとお印をつけましょう。分かりやすく。感じですかね。はい。いいですか。はい、いいですよ。はい。はい。これが。で完成になりますね。これからね、小枝を作りながら、また葉組みを作りながら、今葉を開いてる状態ですからね。これを子供春からね、目摘みをしながら作っていくと、葉が全部こう自然に上へ立ち上がってきますから、そしたら下へ向いて出てきてるのを全部取ってあげると。そうすると襟足と同じでここを取るときれいに見えますから、下へ葉が出てる状態っていうのはすごく木を汚く見せます。心拍に限らず全てのものでそう見えます。だから必ず下の葉をこういうか取りながら、上の葉組みを作りながら調整しながら目摘みをしていくというのが、これからこの木に残された仕事課題であると思いますね。そうすると今年の後半、おそらく
お盆過ぎた頃には相当木が変わってきてると思います、あの木がこんなに変わっちゃったのっていうくらい、変わってきてると思います。当然ね、植え込みももうこうやって見てもらうと分かる通り相当後ろで上がってますからね、今までの植え込みですとバランス悪いですから、今度の植え込みではまあ大体6センチぐらい上げるようになるだろうと思います。鉢の裏ね、後ろでね、そうしないとバランス取れないですから。で、必ず盆栽ってのは若干前かがみになるっていうのは基本ですからね。でも足元からいい模様で上がってますよね、こうね、動きが良くてね。で、ここがなんかちょっとへこんでるところ、こういうところはおそらく死んでるんだと思います。だからこの辺からこうシャリを幹を向いてくるとね、シャリが入っちゃうんですよ。そうすると今度はこういうところの水水が太って動きとして感じられるようになるんです。だからそれがこれからこの木なんか楽しめるんじゃないかなと思いますね、そういう意味では。それでちょっと今ね、印をつけて、やってみましょう。どういうことを言ってるのかってことを分かりやすくするために。この印をつけた部分、この部分、この裏もそうですね、この部分ですね、これも当然このへこんでる部分が死んできますからね、これからね。そうするとこの白く塗った部分を削ることによって水水がこう曲がって見えるんです、はっきり。そうすると今この実際に曲がってるよりももっとはっきり曲がってる様が見えてくるんです。だからやはりこういうシャリをちょっとね、皮を剥いてあげることによって動きを感じさせる。これが大事なことかなと思いますね。まあ、あちらこちらにね、これ入れれるとこあるんですよ。この辺なんかもね、やはりこれもうおそらく死んでいくと思いますからね。だからこの辺なんかもこうやってちょっとね、チョークでやったところをね、削ってあげるということなんですよね。で、これを一度にやらずにチョークで削ったところだけを最初にやっておいて、あとは自然につながりが見えてきますから、そこをこれからまた時間をかけてシャリを作っていく。それがこれに対するこれからの作業かなと思いますね。そうするとこの木は随分雰囲気変わってきます。あの時の木がこんなに変わったのかなっていう、そういうものが木に現れてきますから、非常に楽しめるんじゃないかなと思いますね。だからこういうところって随分削れるんですね、これからどんどん。非常にそういう意味ではこれからまたこの木をいじっていく楽しみっていうのは残されてるんじゃないですか。今はこの木の要するに形を作っただけですから、これから水水を作ってこの木を楽しんでいくということがこれからの課題。そうやっていくとこれから3年5年またこの木で遊んでいけるんじゃないですか。だからそういう木をね作って皆さんも楽しまれていけばいいかなと思います。そんなところで今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。